されどうも、シェフのジョージロです。今回やっていくのはですね、本当に多くのリクエストをいただいていた料理になります。そうです、ブイヤベースをやっていきたいと思います。それにあたり、今回はちょっと気合を入れて、近所のお魚屋さんで根魚を中心に丸で購入してきたんですけども、これは本当に切り身で全然大丈夫です。スーパーにあるタイとかの切り身でも正直構わないので、これをね使ってるからって必ずこれを用意しないといけないわけでは全然ないです。あと貝類は今回ムール貝を僕は買ってるんですけども、これもですねアサリとかで全然代用可能なので、ムール貝ね、もちろんやっぱ売ってるところと売ってないところ本当にたくさんあると思うんで、もしムール貝を使う場合は、このムール貝の横から側枝と呼ばれるちょっと紐みたいなのが出てるので、それをちぎってあげて、あとは殻の表面についてるちょっとゴミを拭ってあげます。そしてホタテは殻付きのものを買ったんですけども、これも、むきホタテで全然構いません。近所でなかなか手に入らないっていうことももちろんこれもねあると思うんで、そういった時は入れなくてもいいんですけど、ホタテは入ってた方がちょっとリッチ感がね出るんで、個人的には入れるのをおすすめします。エビは殻付きのまま炒めて風味をしっかりと出したいんですけども、最終的に剥いて食べるので切れ込みだけ入れて、綿だけ取り除いておきます。そしてブイヤベースって何っていう方もね多くいらっしゃると思うんですけども、これはですねフランスマルセイユの名物料理で、地元の魚介類、これをですね香味野菜で煮込むフランスの寄せ鍋料理のことです。そのルーツはですね、地元の漁師たちが売れ残った魚や売り物にならない魚、骨が多い魚をごった煮にしたのが始まりと言われてます。ブイヤベースの語源は煮込むという意味のブイーユ、あとは弱める、下げるなどの意味から来るアベセ、つまりこれらを合わせると煮込み続けるという意味になります。これもいくつか諸説あるうちの一つなので、参考程度にしていただけたらと思います。今でこそ香辛料のサフランや香味野菜のフェンネル、ローズマリーやディルなどのハーブ類で風味をつけてトマトと一緒に煮込むというスタイルが一般的になってますが、その昔は鍋で塩とオリーブオイルとともに煮るだけのシンプルな料理だったそうです。なので元の形はイタリア料理のアクアパッツァとかなり近いんじゃないかなと思います。昨今の YouTube 界ではアクアパッツァという料理が非常にポピュラーになった印象がありますが、料理業界ではこの2つは近い存在で、その違いについてたびたび議論が巻き起こります。では実際どんな違いがあるのかというと、アクアパッツァとはどちらかというと素材そのままを生かした料理であるのに対し、ブイヤベースは香草を多めに使い、魚以外にもエビやカニが欠かせません。どちらもトマトを使うことが多くありますが、魚を蒸し焼きにして完成後もトマトの形状を残したままのアクアパッツァに対して、魚とトマトをしっかりと煮込み、スープにトマトを溶かし込んでいくブイヤベースとでは、見た目も味わいも大きく異なると言えるでしょう。作り手の考えによって様々あるので一概には言えないんですが、アクアパッツァは魚の蒸し料理で、ブイヤベースはスープ料理という位置づけになります。
そんな私が作るのは今回ちょっと手間のかかるブイヤベースで、全くこれと同じようにすると少し時間がかかってしまうので、これを見てもうちょっと簡略化したいっていう方ももちろんいると思うので、そこは参考程度にしていただいてアレンジしていただければなと思います。まずは香味野菜を炒めてトマトと合わせソースベースを作ります。オニオンをスライスしたので、それに合わせて人参やセロリも千切りにしました。ソースベースは一旦仕上げたら粗熱を取って冷やしておきます。その間に魚に塩を振り、フライパンで軽く香ばしい焼き色をつけていくんですが、皮目に切れ込みを入れるのを忘れてしまったので、こうちょっとブサイクなめくれ方になっちゃってるんですけど、食べるのは私なので構いませんよね。そのまま間髪入れずにエビを加えて、これもエビの香りを出すために香ばしく焼き上げていきます。この段階でですね、火は入らないように注意しましょう。それは魚にも言えますね。魚とエビも粗熱が取れたら、ホタテとムール貝と一緒にバットに引き上げて、先ほど作っておいたソースベース、これでマリネしていきます。このマリネの時間も1時間から2時間ほどで十分です。ここで香味野菜の香りと魚の香ばしい風味、これらをよくなじませていくのが目的です。その間に時間があるのでソースルイユを作っていきます。ニンニク、唐辛子、卵黄、オリーブオイルを混ぜたピリ辛いソースで、少し手間がかかるんですが、ブイヤベースを食べる上では欠かせないソースです。ルイユのないブイヤベースなんて、さしずめクリープのないコーヒーのようなものであり、翼のない鳥のようなものであり、車輪ガンのない畑かかしのようなものであると言えます。塩茹でしたじゃがいもを裏ごしした後に卵黄を加えて、これをよく混ぜます。しっかりと混ぜ合わさったら、そこに少しずつオリーブオイルを加えてマヨネーズを作っていくようなイメージに近いです。じゃがいもが入っているので、マヨネーズを作る時みたいに非常に分離しやすいっていうことは起こらないんですが、慣れるまでは少しずつオリーブオイルを様子を見て加えるというのをおすすめします。美味しい。そして冷蔵庫でマリネして十分に味が馴染んだ魚たちをフライパンに移していきます。火の入りづらい魚をまず先に入れて、あとはソースベースと一緒に水で伸ばして煮込んでいきます。香り付けにはコニャックと、あとはペルノがあると最高ですね。ペルノがもしお家にないという方は、香辛料の八角を加えることをおすすめします。ローリエも加えて全体的により風味を引き立てていきます。魚の大きさにもよるんですが、蓋をして5分から10分ほど煮込んだら、その後にムール貝、ホタテ、エビを加えて再度煮込んでいきます。貝やエビの出汁が加わることによってスープに一気に旨味が足されて味に奥行きが出ます。
こちらも5分から10分ほど煮込めば十分に味が出るので、その後はあまり煮込みすぎてパサパサにならないように先に引き上げておきます。本来であればもうこれで完成でそのまま召し上がって大丈夫なんですが、今回はですね、より見た目を意識するためにソースで使った香味野菜は裏ごしします。そして3分の2ほどに詰めて味をより濃縮させた後にオリーブオイルを少し加えてあっさり仕上げつつとろみをつけるんですが、これは本来小麦粉やバターを使うことが多いです。あ、うまい。うまいなこれ。というわけでドレッセしていきます。引き上げておいた魚たちは骨から身をほぐしてエビの頭と殻も外した状態で盛り付けていきます。仕上げには先ほど裏ごししたソースを、いやスープですね、スープをたっぷりとかけていきます。ボナパティ。やばこれ。すぎる。海が詰まってる。八角の香りがいいな。うわ、これめっちゃ合う。ソースが最高すぎる。ルイを入れるとまた変わるんだよな、アクセントが。パンも入れる。うまっ。ルイやっぱいいんだよな。これはずるい。海行きたくなってきた。というわけでフランスの代表的な料理の一つブイヤベースでした。レシピは概要欄にリンク貼ってますので、興味ある方よかったら覗いてみてください。 Twitter や Instagram のフォローもお待ちしております。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。